お金と時間を守るための僕の習慣教えちゃいます。ようこそ、薬剤師のオフィスで管理人のハービーです。本日も動画を見てくれてありがとうございます。今回のこちらの動画では、フリーランスである私が自らのお金と時間を守るための7つの習慣についてお話しします。僕自身は社会人5年目で、最初の2年間は調剤薬局の社員として働いてました。そしてその後フリーランスになり、今に至ります。社会人生活の中ではフリーランスの期間が一番長くなっている、そんな状況でございます。世間一般的にフリーランスって聞くと収入が安定しないんじゃないのとか、ボーナスとか退職金ってないんでしょっていうようなお金の不安であったり、日々の経理業務どうやってんのとか、空いてる時間何してんのというようにいろんな疑問があると思うんですけど、今回はお金の不安であったり仕事業務効率化をするために行っている僕なりの工夫を7つご紹介させていただこうかなと思ってます。薬剤師の方だけではなく、他の職業のフリーランス、個人事業主の方にもためになる動画になるんじゃないかなと思います。ぜひ興味ある方はですね、見ていただければなと思います。本日も全力で動画を作っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。それでは本日も行ってみましょう。On your mark. それでは早速中身に入っていきます。前半はお金に関する僕の習慣ですね。一つ目です。僕が行っているお金と時間を守るための習慣。一つ目が小規模企業共済制度の活用でございます。この小規模企業共済制度っていうのは、国が行っている中小企業の役員さんであるとか、フリーランス、個人事業主の方に向けた制度なんですけど、一言で言うと、経費にできる退職金積み立てみたいな感じで、毎月1000円から7万円の間で積み立てできるんですけど、積み立てた額、毎年合算してそちらを経費として算定できる。要するに所得税の節税になる制度でございますね。例えば、毎月マックス7万円で積み立てをしたとすると、1年間は12ヶ月なので84万円積み立てされますよね。で、それに対して税率の額が節税できるわけなんですよね。税率って大体の方は 10% とか 20% だと思いますので、10万弱、20万弱の金額が毎年節税できるということなんですよね。これめちゃくちゃ良くないですか？ただ、この制度は気をつけなきゃいけないことがあって、始めてから12ヶ月未満に解約しちゃったりすると、積み立てた額が回収できなくなってしまったり、あとは自分の事業が廃業してないのに、例えば何か大きな金額が必要になった時に、要するに任意解約っていうのを途中でしてしまうと元本割れするリスクがあるので、そこは考慮しなくてはなりません。投資先に関しては自分で選択することができなくて、国が勝手にやってくれるんですけど、この投資ファンドを見ていたら、株式と債券で半々ぐらいで投資されているみたいなんで、利回りを重視しているっていうよりかは、できるだけ元本割れしないような投資ファンドになっているので、安心感はあるんじゃないかなと思います。僕、前まではこの小規模企業共済制度っていうのをフリーランスの方に激推ししてはいたんだけれども、2024年から積立 NISA の非課税上限額っていうのが引き上げされたじゃないですか。それによって小規模企業共済の強みっていうのが少し薄れたかなと思います。どっちにしても退職金を作るという意味で、積立 NISA か小規模企業共済は、フリーランスの方は、やっといた方がいいんじゃないかなと強く推奨させていただきます。ということで、僕が行っているお金と時間を守るための習慣、一つ目が小規模企業共済制度でございました。続きまして2つ目です。僕が行っているお金と時間を守るための習慣2つ目が、なるべく手数料の安いサービスを選択するということでございます。やっぱり手数料っていうのはランニングコストになってくるので、ここを安くすることによって自分のお金を守れるようになるんじゃないかなと思ってます。例えば僕が実践していることで言うと、先ほどちょっと触れた積立 NISA も僕はやってるんですけど、証券口座であるとか投資ファンドに対しても手数料の安いものを選んでいますし、ランニングコストで言うと、携帯のキャリアですね。大手の会社さんを使うんじゃなくて、格安 SIM と言われるようなものを使っております。他には、ビジネス用の口座の選択ですね。個人事業主をやるときって、それ用の口座を作ったりするんですけど、手数料の安いものを選んでますね。例えば、よく振り込みをする方であれば、月に何回まで振り込み無料ですよっていうのを選ぶことができますし、僕の場合で言うと、PayPay 銀行を使ってるんですけど、PayPay 銀行って
3万円以上の引き出しだと何回でも手数料無料で引き出せるんですよね。しかも、それコンビニの ATM とかで引き出せることができるんですよ。僕の場合は、周りにコンビニが多い環境下なんで、いつでも3万円以上であれば手数料無料で引き出せる環境っていうのを整えてるんですよね。こんな感じで手数料をね、なるべく安くやるような思考回路になってくると、その浮いた分の手数料で、積み立て額に回せたりとかしますので、未来の資産っていうのは増えていくんじゃないかなと思います。ということで、僕が行っているお金と時間を守る習慣2つ目が、なるべく手数料の安いものを選択するということでした。それでは続いて3つ目ですね。僕が行っているお金と時間を守るための習慣3つ目が会計ソフトの導入でございます。現代ではね、フリーランスの方ほとんど導入されてるんじゃないかなと思うんですけど、フリーランスの場合は確定申告っていうのを自分でしなきゃいけないので、会計ソフトっていうのが必須になってくるんですよね。社員の方からすると、毎年年末調整しかやられないかと思いますので、確定申告を自分でやるのってめっちゃむずいでしょって思う方いらっしゃると思うんですけど、ソフトを導入すればめちゃめちゃ簡単に確定申告が終わっちゃうんですよね。今の時代の会計ソフトってすごく便利になっていて、自分のビジネス用の口座と結びつけられるようになってるんですよね。例えば自分でビジネス用の口座とつながっているクレジットカードを使用した時に、その情報が会計ソフトに紐付けられていて反映されるようになってるんですよ。情報が反映された後は、その経費の項目をプルダウンから選択するだけで完結するようになってるんですよね。これめっちゃ便利じゃないですか。で、その情報を1年単位で集積して、ポチポチポチっと、ボタンを押すとですね、経費であるとか確定申告に必要な書類が出来上がるようになってるんですよね。僕便利なものが好きなんで、こういうのがめっちゃ好きなんですよ。はい。会計ソフトにも大きく2つ種類があって、インストール型とクラウド型っていうのがあるんですよね。で、インストール型っていうのはパソコンの中にデータを詰めるので、パソコンのスペックに依存して、ちょっと動きが遅くなったりするリスクがあるのに対して、クラウド型だとネット上に容量が入りますので、読み込みが早いっていう特徴があったりするんですよね。それぞれメリット、デメリットがあったりするんですけど、僕はね、読み込みが早いクラウド型をお勧めさせていただきます。会計ソフトによって結びつけられる口座が決まってたりするので、これはビジネスを開始する時点で会計ソフトと口座の相性っていうのを確認しておいた方がいいんじゃないかなと思います。ということで、僕が行っているお金と時間を守る習慣3つ目が会計ソフトの導入でした。それでは続いて4つ目ですね。僕が行っているお金と時間を守るための習慣4つ目が副業をするということでございます。僕はフリーランスの薬剤師としての収入が主ではあるんですけれども、他にこのような動画編集の副業っていうのをさせていただいたりしてますね。で、副業をするにしても僕が意識していることがあって、それは本業に何か関係するようなものをやるっていう風に決めたんですよ。僕はもともと大学の6年生の時に動画編集に出会って、そこからね、ずっとハマっているんですけど、何か動画編集と薬剤師をかけて、副業につながることできないかなっていう考えた時に、やっぱりこの最初の YouTube だったんですよね。このような活動をすることによって、まず動画の配信をするには自分が賢くならなきゃいけないじゃないですか。なので、普段から医薬品の勉強をしたり、こういったお金の知識も学んだりしなきゃいけない状況っていうのをあえて作ってるんですよ。もちろんね、副業の内容に関しては、自分の主のビジネスとは全く別のものでもいいと思いますね。気分転換というか、何か別の自分のスキルを高めていく副業っていうのも僕は全然いいんじゃないかなと思います。ということで、僕が行っているお金と時間を守るための習慣4つ目が副業をするということでした。はい、皆さん、こっから先は後半戦なんですけど、時間を有効活用して仕事業務効率化につなげるような習慣をお話しいたします。5つ目ですね。僕が日頃から行っているお金と時間を守るための習慣。5つ目が健康増進の努力をするということでございます。健康を増進するっていうことは、フリーランスに限らず、全員がやった方がいいことだと思うんですけど、特にフリーランスだと有給がなかったりするんで、特別な契約をしてない限りはですね、自分の体調
調を崩してしまうと、売上っていうか、収入がゼロになるんですよね。なので、健康を極めるということは非常に大事なことなんじゃないかなと思います。特に食事、睡眠、運動というような、この健康の3要素っていうんですかね。これに力を入れていくっていうことは大事なんじゃないかなと思います。僕が実践している例で言うと、食事に関しては、とりあえずコンビニ飯は食べないっていう風に決めてます。そしてラーメンのようなカロリーの高いものに関しては、月に2回までっていうようなルールを設けてますね。やっぱりこう我慢してるとね、たまに食欲が爆発してしまって食べたくなっちゃったりするんで、2回まではいいよっていう風にしてますね。運動に関しては週3回ジムに行ってるんですけど、最近では有酸素と無酸素の割合を変えていて、週3回の場合は有酸素を2回、無酸素1回にしてますね。最近は僕の中で汗をかく運動っていうのが流行っておりますので、ランニングを多めにしてますね。ジムとかだとランニングマシンって景色が変わらないんで、ちょっと飽きちゃったりするのでね、割と外が晴れてる時は走りに行ったりしますね。平均で1回に7キロ以上は走ってるんじゃないかなと思います。そして週1回は無酸素運動ということで、重りを使った運動で、筋力トレーニングもするようにしてますね。そんで、これは別に自慢ではないんですけど、このような取り組みをしている結果、僕は社会人になってから出勤すべき日を一度も欠勤したことがないんですよね。要するに皆勤賞を取ってるわけなんですけれども、この要因っていうのは、やっぱりこう食事、睡眠、運動を極めるっていうことが、僕は身をもって大事なんじゃないかなと感じているんですよね。はい。ということで、僕がお金と時間を守るために行っている習慣、5つ目が健康増進の努力をするということでした。それでは続きまして6個目ですね。僕が行っているお金と時間を守るための習慣6個目が朝活をするということでございます。この朝活に関しては仕事がある前の時間を使って1、2時間ぐらいかな、朝活をしてますね。もちろんこの朝活っていうのは自分の薬剤師としてのスキルを高めたり、このような動画編集の、内容を考えたりするっていうのもあるんですけど、薬剤師業務をするにあたって頭をフル回転させた状態で挑むっていうのが一番の目的でございますね。なんでかっていうと、これエビデンスないんですけど、僕の体感的に僕も含めた薬剤師さんのミスって朝一番とか午前中に多いような感覚があるんですよね。皆さんのイメージではいつインシデントが起こりやすい状況だと思いますか？僕自身も朝活をするようになってからはインシデントの回数っていうのが減ったような感覚がありますので、皆様にも非常におすすめでございます。ということで、僕が行っているお金と時間を守るための習慣6個目が朝活をするということでした。それではいよいよこれでラストになりますね。僕が行っているお金と時間を守るための習慣7個目が失敗から学ぶ姿勢を貫くということでございます。これは習慣っていうよりはメンタル的な意識的なところにはなってくると思うんですけど、学ぶ姿勢を意識しながら普段ね、活動しておりますね。もちろんね、失敗をするってことは薬剤師として患者さんに健康被害が出る可能性があるので良くないことではあると思うんですけど、人間誰しもミスをする生き物だと思いますので、そのミスをした時にそのままにして次回のミスを怖がって活動していくっていうよりかは、そのミスから学びを得て次回同じシチュエーションの時に対応策を考えていく姿勢っていうのは僕はすごい大事なんじゃないかなと思うんですよね。僕が実際に実践していることとしては、何か自分が失敗してしまった時に周りの薬剤師さんに積極的に聞くように意識してますね。やっぱり僕はフリーランスの身ではあるので、その薬局のルールとかは周りの薬剤師さんの方が詳しいですし、何か違う視点からヒントを得られる可能性があるという意味で周りの薬剤師さんに聞くようにしてますね。やっぱり自分一人で解決しちゃったりすると導き出した答えが間違ったりする可能性がありますので、僕は新人の時からわからないことがあったら先輩の薬剤師さんに対して聞くような姿勢を貫いてますね。もちろんわからないことを素朴な質問みたいな感じでたくさんするのは良くないと思いますので、一旦自分の頭で考えていただいて、それでもわからなかったら薬剤師さんの力をお借りするっていうね、姿勢はすごいいいんじゃないかなと思います。僕は今薬剤師5年目になって若手ではなくもう中堅層くらいの立ち位置にはなってきたんですけど、後輩の薬剤師さんにわからないことをね、聞いてくれたりすると、この方はすごい学ぼうとしてる姿勢があるんだなみたいな、ものすごく僕としては好印象が持てますので、先輩薬剤師さん目線からしてもわからないことがあったらどんどん聞いていった方がいいんじゃないかなと思います。ということで最後、僕がお金と時間を守るためにやっていること7つ目が失敗から学ぶ姿勢を貫くということでした。
はい。皆さん本日もここまで見てくれてありがとうございます。今回は僕が実践しているお金と時間を守るための習慣についてお話ししましたが、いかがだったでしょうか？動画内以外で皆さんの中でももっとこうやったらお金を節約できるんじゃないのとか、時間を有効活用できるんじゃないかっていう意見がありましたら、コメント欄に記載していただきたいなと思います。そうですね。フリーランスの場合は会社員より自分の時間が取れたりするので、その日々の時間を有効活用して工夫を凝らしていくっていうのが僕は大事なんじゃないかなと思いますね。今後もですね、このチャンネルではフリーランスだけではなく、薬学生であるとか、薬剤師の方に向けて有益な情報を発信していけるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。最後に宣伝になるんですけれども、私、管理人のハーティはフリーランス薬剤師に特化した人材紹介会社、株式会社 T ハーフ運営しております。薬局経営様、薬剤師様で興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄の方にリンクを貼らせていただきますので、お問い合わせお待ちしております。ということで、本日の動画いいと思っていただけた方、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。お疲れでした。